ということで個人的にもね昨日まではね大変気になっていた商品なんですけれど、私も今日はねすっきりと諦めがつきました。すっきりと諦めがつきました。こんばんは、バスケです。今日紹介するのはこちら、じゃじゃん。コーアプロミナーの TSN604ED です。これね本当に欲しかったんですよ。これが欲しかったっていうよりかは、コーアのねプロミナーが欲しくて、2017年の初めぐらいだったと思うんですけれど、プロミナーのね 55mm のものが出まして、それをちょっと狙ってたんですけれどね、あまりにも値段が高いということでそのままね買わずじまいでね、当然ね20万なんてお金はねちょっとさすがに出せないなと思ったんですけれど、そんな折に見つけたのがこれ、中古なんですけれど、コーアプロミナーの 60mm のスポッティングスコープ、別名でフィールドスコープとも言いますね。見てください。もうね全然傷とか全くなくてね、もうほぼ新品同様のねものを入手しました。対物レンズは ED レンズですよ。コーアのねスポッティングスコープは3桁の頻番になってまして、例えばね604だったら60の部分が口径を表して、で最後の4っていうのが、例えばね1と2がプロミナーじゃない普通のノーマルレンズで、3とか4の頻番になるとXD レンズだとか ED レンズだとかフローライトだとか、そういうプロミナーと呼ばれるレンズになります。ですのでこれは604頻番ですので、合計 60mm の4ってことなのでプロミナーのレンズでね、3か4かっていうのは、3に関してはここのね覗き位置が45度傾斜で、4の頻番になったらここが直視型になるってことですね。そういうような頻番の付け方になってます。ちなみにね今この604のプロミナーは売られてません。代わりに554のねすごい高級な20万円ぐらいするプロミナーと、あとは664プロミナー、それが売られております。でね、なんで私がこの直視型にしたかっていうと、私がね観測したいところは池のねほとりでして、あまりね森の中の木の上を見るってことあまりないんですね。ですので私的には、よりね明るく見える直視型にしようと思いました。プリズム型が明るくないってわけじゃないんですけれど、どうしてもねプリズムがね1個ね増えてしまうんですね。ちょっとねこの図用意しましたのでご覧ください。フィールドスコープっていうのは傾斜型と直視型に分かれるっていうのは先ほど説明したんですけれど、このね傾斜型っていうのは実はねポロプリズム型とシュミットプリズム型、打破型がありまして、その中でもポロ型っていうのが主流ですね。でコーアプロミナーに関してはポロ型も打破型も両方あります。でニコンに関しても両方ともあるのかな。ペンタックスとかビクセイに関してはほぼポロ型で占めているって感じですね。でこのポロ型っていうのは実はねポロプリズム2つのプリズムの他にハーフペンタプリズムっていうねもう一つのプリズムがあって、それのね反射率っていうのが実はねこれちょっと全反射しなくって、増反射コートとかそういったねコーティングのね対策が取れてないとちょっとね暗く見えてしまうんですね。コアプロミナーの場合はね多分大丈夫だとは思うんですけれど、そういうところでねちょっと傾斜型っていうのは余分なプリズムが含むためにちょっと暗くなる恐れがあります。でその次にね打破型、シュミットプリズムが入った打破型に関しては、これはねすごい単純な感じですけれど、プリズムが1個しかなくて、このね打破型っていうのは反射する時にね位相差が発生してしまって、ちょっとね像がボケるっていうものがあるんですよね。でそのためにねフェーズコートとかねそういったコーティングをしてるんですけれど、あまりね入門機のメーカーでこの打破型があるっていうのは今あまり少ないと思うので、あまり気にしなくてもいいとは思いますがね、この打破型採用してるニコンだとかコアプロミナーとかそういったメーカーのはおそらく全然大丈夫だとは思います。それらね傾斜型に対して直視型っていうのはそういったねハーフペンタプリズムだとか打破プリズムとかを含んでませんので、中にはね含んでるのもあるということはあるんですけれど、ほぼねこのポロプリズム型のもので占められています。ですのでねそういったね像が暗くなりそうだとか像がね弱くなりそうだとかそういった心配がないんですね。
そして直視型っていうのはね、光軸と目の軸がね一致しますので、目標も導入しやすいんです。ですので初心者の方で、特にねどんな鳥を見たいかっていうのが決まってなくて漠然とされている方は、まずはねこの直視型を選ばれた方がいいんじゃないかなと思います。もちろんね、私は森の上にいるね鳥を観察したいとか、そういう方はもちろん45度の傾斜の方がいいと思うんですけれど、ちょっとね45度の傾斜のやつは目標を捉えにくいので、漠然としていたら直視型っていう意味合いですね。ということでね、私の場合はほぼね池の対岸を見る予定なので、この直視型を選んだってわけです。選んだっていうよりかはもうねずっと直視型を探していって、ちょうどねポンと出てきたってことですね。でそのままポチッとそんな感じです。それではねちょっと早速三脚につけたいと思うんですけれど、これはねスリックの入門者用の三脚ですね。このねスポッティングスコープは結構軽いので、一番ね軽い三脚の部類でもねいけると思います。そうこういうね横ずれ防止のねボッチがついている三脚でもちょうどね穴があるので、ここにねうまくはまるようになっています。ですのでカクっていうねことがないので、そういったのはいいですね。ちゃんと溝にはまります。ですのでほらカク、もうこれ以上回らない。はい、三脚につけ終わりました。ほらね、小さな三脚でもこの通り、これビデオ三脚なんですけれど、本当にね見たい目標に対してぐるぐるっとね自由自在に振り回せます。このねスコープね大きさなんですけれど、ほぼ腕と一緒。ほらこんな感じ。私の場合はねそこまで森の中を散策するわけじゃないもんで、大きい方が良かったんですけれどね、大きいやつはちょっと何せ高いしね、まだそこまで私上級者じゃないので、小さいやつを買いました。ですのでね1年後2年後またでっかいやつ買うかもしれないので、そこはお楽しみください。はい、当たり前だと言われると思いますが、もちろんね全面マルチコーティングです。ほらね、全ての蛍光灯の反射光が全部ね色がついてますよね。であとね、分かりにくいかもしれないですけれど、レンズのね縁っこがね光ってないんですよ。これね小刃塗りされてます。もう本当にね丁寧に作られてますね。はい、そしてね接眼レンズもほらね全面マルチコーティングでググッと。スペックはね丸暗記してないのでここら辺に出したいと思うんですけれど、アイレリーフもね非常に長いですしね、接眼レンズの直径も親指よりもねはるかに大きいですよね。これね非常に覗きやすいです。はい、そしてね放出瞳もねまん丸ですよね。少しの蹴られもありません。そしてねこの状態で手を追うと接眼レンズからね漏れてる光ありませんよね。これはね非常に高いコントラストであろうということを裏付けております。やっぱりねコーワプロミナのね ED レンズね待ってよかったと思います。もうね感激ですね。明日ね早速これを持ってね野鳥の観測に出かけたいと思います。どんなね鳥が見つかるかわからないですけれど、これだったらねいろいろなんか見つかるような気がします。はい、いかがでしたでしょうか。今回はコーワプロミナーの紹介と、あとは直視型かな傾斜型かなって迷われている方のためにちょっとねヒントを話したつもりであります。で今後ねまたこれを使って野鳥観察をしていきたいと思ってますので、またそのレポートもしていきたいと思っています。それでは今回もご視聴ありがとうございました。